園。仕事を辞めましたから、また紹介してください。職業安定所に鈴木さんが来ました。職員は、またか、と思いました。今まで3つ仕事を紹介しましたが、鈴木さんはすぐ辞めます。1つ目はコンピューターの仕事でした。鈴木さんは、頭を使う仕事は無理です、と言って辞めました。2つ目の仕事はセールスでした。人と話す仕事は向いていない、と言って辞めました。3つ目の仕事は運送業でした。鈴木さんは、私は体力がありません、と言って辞めました。今度は何がダメでしたか？職員が聞くと、鈴木さんは言いました。朝が早い。私は朝早く起きることができません。職員はため息をつきました。じゃあ鈴木さん、あなたができる仕事はどんな仕事ですか？そうですね。頭を使わない。人と話さない。疲れない。朝早くない仕事です。あ、それから、給料がいい仕事。紹介してください。お願いします。そんな仕事ありません。ありますよ。あなたにちょうどいい仕事があります。鈴木さんは喜びました。本当ですか？すぐ紹介してください。職員は住所を書いて紹介状も渡しました。この会社の長田さんに会ってください。長田さん。わかりました。ありがとうございました。鈴木さんはすぐその会社へ行きました。そこは動物園でした。私が長田です。園長です。はじめまして、鈴木です。頭を使わない、人と話さない、疲れない、朝早く起きなくてもいい、給料がいい仕事があると聞きました。鈴木さんが言うと、長田さんは笑いました。ありますよ。あなたにちょうどいい仕事です。虎です。虎？そうです。先週この動物園の虎が死にました。あなたは新しい虎になってください。無理です。私は虎になったことがありません。大丈夫です。経験は問いません。いや、でも、私は体力がありません。体力はいりません。檻の中で歩くだけです。でも、私は人と話すことが苦手で。虎は人と話しません。でも、私は頭が悪いですから。頭がいい人は虎になりませんよ。私は朝早く起きることが。朝は11時から夕方は5時まで。給料は1日1万5千円。1万5千円？やります。長田さんは虎の皮を鈴木さんに渡しました。鈴木さんは虎の皮を着て鏡を見ました。本物の虎に見えました。すごい、かっこいい。ちょっと、鈴木さん。2本足で歩かないでください。虎は4本足ですよ。はい。こうですか？違います。こうです。長田さんは両手両足を使って虎の歩き方を教えました。
すごい。長田さん、上手ですね。さあ、鈴木さん、早く檻に入ってください。もうすぐお客さんが来ますよ。鈴木さんが虎の檻に入ると、長田さんは外から鍵をかけました。私は逃げませんよ。鍵をかけてなかったら、子供たちが怖がりますから。やがて虎の檻の前にたくさんお客さんが来ました。鈴木さんが虎の真似をして子供たちに近づくと、子供たちは怖がって逃げました。鈴木さんはだんだん面白くなりました。隣の檻を見ると白いライオンがいました。珍しい。白いライオン、かっこいい。でも、本物のライオンは怖いな。その時、動物園の職員がマイクで言いました。皆さん、今から猛獣ショーを始めます。ここに白いライオンと虎がいます。ライオンと虎とどちらが強いですか？ライオンと虎の間にほらドアがありますね。あのドアを開けたらどうなりますか？さあご覧ください。鈴木さんはびっくりしました。このドアを開ける？話が違います。檻の中で歩くだけでしょ？ライオンがこっちへ来たら、私は死にます。長田さん、長田さん！鈴木さんは檻の入り口を叩きました。しかし、外から鍵をかけましたから、開けることができません。長田さん、助けて！ドアが開いて、白いライオンが虎の檻に入ってきました。1万5,000円で死にたくない。やめます。この仕事、今すぐやめます。長田さん！ライオンはゆっくり鈴木さんに近づいてささやきました。鈴木さん、私です。長田です。